はい、どうもです。今回はですね、こちら、夜光貝っていう食材ですね。それでは、まずは家系図からご覧ください。今日はですね、夜光貝を取っていくんですけども、とりあえず、潜行開始。夜光貝はですね、まあ大体水深5メーターぐらいまでの結構浅い場所にいることが多いですね。ゲット。ちなみにですね、夜に光る貝って書いて夜光貝って読むんですけども、全然光らないです。まあ磨けば真珠みたいなね、綺麗な装飾になるんですけどもね。さて、さらに潜っていきます。この日はね、夜光貝がかなり取りやすい位置に出てましたね。ゲット。ちなみにですね、夜光貝は漁業権がかかっておりまして、一般の方が取ると罰せられるんでね、皆さん気をつけてください。そして皆さんにご報告があります。ついに東京海洋大学卒業できました。本当はですね、月に1回ぐらい東京行く予定だったんですけども、コロナのおかげでもう一度もね、大学行かずに卒業できました。ありがたいですね。はい、ということでね、夜光貝たくさん取ってるんですけども、取りやすい日はね、本当にね、取りやすい場所にたくさんいるんですよね。この日はね、結構ね、夜光貝は当たりでしたね。それでは魚を狙っていきます。これね、長部台ね、いい方だったんだけど、データが消えてたんだよね。結構ね、迫力もあったんですけどね。次行きましょう。はい、いきなりですが解説タイムに入ります。今まで潜る装備を見せてきたことがあんまりなかったんですけど、実はですね、左手にこういうライト、眩しいでしょ。左手にこういうライトをつけて魚を照らしながら、右手でこの森を持って魚を取ってたんですね。皆さん気づかないですか？これゴム引いたまんまこうやって潜っていくと、耳抜き左手でしかできないんですよ。で、左手で耳抜きすると画面が真っ暗になるんですね。いつもね、動画のためにこうやって魚をずーっと照らして左手固定して、で、盛り構えずにこうやって耳抜きして、で、魚の前まで来たらようやく森をね、岩に押し当てて、こうやってゴム引いて、で、そっから魚を突くっていう、ものすごく精度の悪い魚突きをしてたんですけど、今回はね、こうなってます。真っ暗になります。はい、それだけです。ということで戻りましょう。さて、岩陰にちらっと魚の頭が見えたんで潜っていきます。いました。限界まで近づいていきましょう。ヒット。大暴れです。逃げないように森の先端を押さえて浮上していきます。さて、こちらが南洋ブダイですね。島の高級魚。ブダイの中では特に美味しいと言われている種類になります。もう刺身でも煮ても唐揚げにしても何でも美味しいんですが、塩焼きだけは美味しくないんですね。さて、箱に入れて次の魚を狙っていきましょう。ヒット。こちらは関門旗ですね。脳に当たったんで一瞬で動きが止まってます。さて、関門旗がついたままですが、そのままヒット。こちらは人面ハリセンボン。島では人気の食材になっております。さて、次もハリセンボンを狙っていきます。ヒット。こちらネズミフグで今回の漁を締めまして陸に戻りましょう。はい、ということでですね、今日はね、夜光貝をさばいていくんですけども、そういえばね、水中映像で撮った魚、あれ、サイズ感分かりづらいよなと思って、まな板の上に乗せて写真撮っといたんですよ。それね、ちょっと見せますね。3、2、1、はい。まあ別に貯めるほどのことでもないんですけども、長部台とね、ネズミフグが5キロ前後ぐらいのサイズ感ですね。はい。ということでですね、本題、夜光貝やっていくんですけどもね。いやー、たくさんいますよ。で、ちなみにこちらね、22匹います。で、重さはね、このでかいのがね、2キロちょっとぐらい。で、このちっちゃいの、700グラムぐらいだと思います。まあ、そんぐらいなんで、まあ大体全部で30キロぐらいありますね。で、まあ今回ね、こんだけたくさんいるんですけど、まあ食べるわけじゃないです。まあ実はね、夜光貝ね、このまんまだとなかなか売れなくて、剥いて出すんですよ。漁師が剥いて出すんですよ。感覚的には10匹出して7匹戻ってくるぐらい。そんぐらい売れないんで、まあ漁師がね、剥いて出すんですけども。ということで今日はですね、こちら全部剥いてね、1匹ぐらい食べようかなと思っております。はい。ということで早速、観察していきましょう。はい、もうこの通りね、たくさんいますよね。こんな感じでね、水からあげててかわいそうだなと思うかもしれないんですけども、まあ、夜光貝結構頑丈で、この状態で置いてても大体ね、1日ぐらいね、生きてます。で、逆にですね、こっち向き。
こうやって置いとくとですね、夜光貝潮吹くんですけど、この殻の中がね、水で満たされて、自分で出した水の中で酸欠して死ぬんで、この状態だとすぐ死んじゃうんですよ。で、多分ね、皆さんそろそろ中身が見たいと思うんで、中身を見ていきましょう。はい。かわいいね。顔が見えてきましたね。で、こんな感じで巻き貝はね、カタツムリみたいな顔がね、絶対あるんで、夜光貝もね、あります。かわいいですね。で、これね、夜光貝の表面に生えてるね、赤いやつ。これね、サンゴです。サンゴが生えてないのは、これだな。これ全く生えてない。夜光貝本体の色はね、こんな感じですね。はい、それでは剥いていくんですけども、そういえばね、夜光貝揚げたことなかったんで、今日はね、天ぷらとかき揚げ、あと刺身ね、こちら3品ね、作っていこうかなと思います。その前にね、とりあえずね、剥いていくと。はい、やっていきましょう。このままだとどうしようもないんで、どけます。こんぐらいだったらいけるか。はい、それではね、やっていくんですけど、いつもはね、この包丁、このちっちゃいね、出刃包丁でさばいてたんですけど、今日夜光貝の動画撮るんですよねって言ったら、ナイフがやりやすいぞって聞いて、ナイフをね、借りてきました。これでね、今日はやってみます。はい、それではね、やっていきましょうか。まず、小手調べ。お、やりやすいわ、確かに。で、これ貝柱がね、奥についてるんで、手で外します、ここは。手で外して、こうします。これ蓋ついてるんで、蓋外して、これ身ですね。ちなみにね、内臓は売れないんでね、外していきます。普通に食べれるんですけど、これね、売れないんですよね。夜光貝ってね、結構硬いイメージあるんですけど、この貝柱だけね、柔らかいんですよね。じゃあ次、おっきいやつ。ここにね、貝柱があるんで、こうやって切っていく感じですね。綺麗に取るのはね、無理なんですけどね。このちょっと出てきてるんで、これをスッて入れます。ちょっと切れないな。でかいやつは中身もでかいですね。包丁の方が慣れてるからやりやすいかもな。これね、流れ作業でやっていきます。包丁の方がやりやすいな。慣れてるからね。せっかく借りちゃったけど。ちょっとまな板がいっぱいになったんでね、やっていきましょう。そういえば忘れた、夜光貝の血はね、ヘモシアニンっていうものがね、含まれてるんで、血が青いんですよ。で、これ手でいきます。包丁でやるとね、包丁がね、欠けるっていうデメリットはありますがね。じゃんじゃん剥いていきましょう。これね、ずっと同じ絵です。で、内臓を取っていきます。これね、エラもついてるんですよ。エラもね、取っていきます。今ね、夜光貝を剥いてるんですけども、夜光貝以外もね、ソデイカとかね、漁師がね、船の上でね、さばいてるんですよ。胴体とゲソに分けてみたいな。あとね、ハリセンボンとかもね、漁師がさばいたりしてますね。あれもね、剥かないとなかなか値段がすごい安かったりとか、売れなかったりとかするんですけど、皮剥いで肝臓だけ残してね、いきます。これも勢いが大事。スパッとね、いきましょう。勢いが大事。失敗。これ難易度高いぞ。こっちの方が綺麗に剥けるんですけど、これめちゃくちゃ難易度高いわ。切れなくなってきたな、包丁が。これめっちゃくっついてる。硬えな。
時々ね、硬いやつがいるんですよ。硬え。はい、ラスト3匹。ラストの3匹はね、失敗して引っ込んだやつです。もう一回出てきてますね。全然いけそう。いけました。やっぱりね、こっち下向けてると、重力にね、逆らいきれずにね、身の部分が出てくるんですよね。そのタイミングを見計らって包丁を入れるというね。時々ね、本当に頑固な夜光貝もいて、マジで取れないこともあるんですけど、それはめったにないですけどね。ラスト無理じゃない？無理だな。こいつね、ガッチガチに詰まってるんで、後でもうさばきましょう。今、しばらく出てこなそうです。一応ね、剥き終わったところでですね、蓋とね、内臓を外していきましょう。蓋をひたすら外していくと。で、本当はですね、この顔のところにね、くちばしがあるんで、これもね、取った方がいいです。これ取らないとね、すごい食感が悪いです。蓋を外して、身はバットに入れる。ちょっとね、同じ作業だから話でもしようかな。俺、夜光貝初めて食べたのは、高校2年生の時の、沖縄のね、修学旅行の時に食べて、公設市場でね、買ったんですよ。で、値段がね、あそこね、マジで高い。1.2 キロぐらいの個体で5000円。どんだけ周回手数料持ってってるんだろうぐらいの金額ですよ。僕らはね、そんな高く売れないです。キロ4000円ぐらいって話ですからね。ちなみに1キロから取れる身の量が、だいたい 200g ぐらいだと思うんですけど、そう考えると、1キロ25000円ぐらいですよ。身だけで考えたらね、高いわ。よし、殻外し終わった。あと内臓を外しましょう。やっぱ内臓とかをね、一緒に出すとね、匂いがつきますからね、身に。ラスト。よーし、終わった。はい、それでは終わりました。見ていきましょうか。身が全部でこんだけ。で、貝殻がこれと、バケツ1杯分。でね、これちょっと衝撃かもしれないですけど、実は殻の方が高いです。もうこの殻全部売ったら1万8000円ぐらいだと思います。一番末端の末端である漁師がもらえる金額がそんぐらいなんで、普通に買おうとしたら4、5万とか。そんぐらいするんじゃないでしょうか。で、あとね、身はね、まだ汚いんでね、洗って水切りをしていきます。ここはね、多分面白くないんで、超早送りでいきます。はい、ようやく綺麗になりました。今日使う分だけ取っていきましょう。どれにしようかな。ちなみにね、この岩に張り付いてる部分、カタツムリのナメクジ部分は、すごい食感がしっかりしてて、このね、貝柱の部分、こっちはね、すごい柔らかくてね、すごい食べやすいんですよね。どうしよっかな。かき揚げなんでね、食感がいい方がね、いいかもしれないですね。はい、こんな感じでね、袋詰めしました。ここまでね、下処理しとけば、冷凍して使えるんでね、結構便利なんですよね。はい、ということでですね、今日はこちら、2匹分をね、調理していこうと思います。はい、それではですね、一旦綺麗にしました。さすがに貝の内臓がね、散乱しすぎてたね。じゃあね、まずかき揚げからね、作っていきましょうか。今日使っていくのは、人参、玉ねぎ、三つ葉ですね。じゃあね、人参からいきましょうか。ヘタを取って、で、ついにね、ピーラー買ったんですよ。ようやくよ。めっちゃやりやすい、これ。もうやっぱりね、包丁で剥くよりね、ピーラーの方がね、絶対にね、いいなって思った。今まで包丁で剥いてたけど。じゃあ、かき揚げなんでね、千切りにしていきます。こんぐらいで。同じ厚さにしたいんだけど、難しいよね。これをこうやってちょっと並べてね。こんだけでもいいけど、一応ね、剥いたんで切っときましょう。ここから早送りかな。よーし。落ちちゃった。人参1本分。じゃあ次、玉ねぎいきましょう。皮をね、剥いていきます。玉ねぎはね、目に染みるんでね、切るときはパパッと切っちゃいたいですよね。なんかね、鼻からね、その辛味成分が入ってくるらしいんで、鼻息を止めるとね、いいってリスナーさんが言ってました。確かにね、ちょっとはいいですね。ちょっと違う。まず半分に切って、
今からね、鼻息止めるんでね、鼻声になりますけど、千切りです。最近ね、このね、なんて言うんだろう、こうやって包丁のね、先っぽをまな板につけて、こうやって切るのにハマってて、こうやって切るとね、包丁の反対側にね、玉ねぎがね、よく行くんですけど、こうやってね、切ると、反対側に行きづらい。すごくやりやすいです。っていうことで最近気づきました。あー、目にしみるね、結局。あー、目にしみる。目にしみる。よし、オッケー。ある程度でバラしときましょうね。料理系 YouTuber の人ってさ、玉ねぎとかやっぱいっぱい切ってると思うんだけど、我慢してるから全然大丈夫ですよアピールみたいなね。本当に大丈夫だとは思わない俺は。じゃあラストね、三つ葉も切っていきましょう。ちょっと洗わないと怒られそうなんで、洗ったっていうことにしときますね。洗った多分洗った。水で濡れてないけどもいいでしょう。三つ葉香りがいいね。はい、野菜を切り終わったところで本日の主役、夜光貝です。これもうなんかアワビみたいじゃない？こっちだけ見たらね、ちょっとだけぬめりを落としときます。でも結構もう何回も言っちゃってるんですけど、夜光貝はね、この岩にへばりつくすごいね、しっかりした部分と貝柱がね、大きく分けてあるんですけど、こっちの方がね、やっぱ食感が良くて、こっちだとね、かき揚げにすると負けちゃうと思うんで、かき揚げはこれを使います。さて、半分に切りましょう。断面はこんな感じです。椎茸みたいですよね。どうでしょう。食感としてアクセントが出るぐらいのサイズに切っていこうかなと思っております。これはちょっとくちばしがまだついてますね。あんまり大きいとね、食べづらいと思うんで、食感がちょっと残ってね。でかいなぁ。この夜光は多分 700g ぐらいの個体じゃないかな。ちなみにこのまま食べても美味しいです。普通に美味しい。刺身ですからね。結構ね、本当に食感はいいですよ。サザエとかもさ、すごい食感だもんね。コリッコリしてるもんね。なるべくね、刺身で食うんだったら薄く切った方がいい。でも夜光貝はね、本当に火の入れ方で硬さが全然変わってくるんで、結構難しい食材かもね。入れます。火入れすぎると本当にゴムなんじゃないかってぐらい硬くなるからね。はい、じゃあね、卵割っていきます。これ卵黄だけね、取り出したいんですよ。もう手でいっちゃおう。めんどくさいから。卵黄。水入れていきます。混ぜていきます。ほんで、小麦粉を入れていきます。なるべくね、混ぜないようにやると、グルテンがね、できなくて、ふわっとしたものになるらしいです。それっぽく言っていましたが、どうなんだろうね。そういうのってさ、なんか、食べ比べてみないとわかんないよね。コーヒーとかもさ、全部同じような味するけど、なんか実際に2種類買って飲み比べたらわかるよね。これ天ぷらもそのレベルだと思ってるけどね。足りなかった。どうなんでしょう。いつか暇で仕方がない時試しています。はい、そしたらね、かき揚げ打ち粉をしていきましょう。ちょっとでかいの食いてえな、かき揚げ。でかいと分厚くなって火が中まで通んないかな。カラッとなんないかな。いや、こんぐらいでかいの作りたくない。打ち粉をしていきます。小麦粉かけすぎたかな。いや、大丈夫でしょう。貝がね、ほとんど入ってないよ。ちょっと足そう。野菜が多すぎた。いっぱいいっぱい。で、さっきのね、なんだっけ、衣をつけていきます。かき揚げでも久しぶりに作るな。動画では初めてだと思うんだけど、うまくいくかな。うまくいってくれますように。でも美味しそうなんだけど、これでいいでしょう。セット。さて油を入れていきましょう。で、ついに買ったんですよ。これピントが合わねえ。温度計変えました。今日はね、170度ビシッと決めてね、パリッパリのね、かき揚げを作りましょう。もう100度いってる。早いんだね、意外と。すごいスピードで上がるもんなんだね、これ。167度きましたね。行きましょう。ついに待てたな。科学の力強いわ。あ、やばい。分離した。まだくっつけられるんじゃないか。ちょっと揚げ時間に差があるかもしれないが、いいでしょう。結構いい感じな気がする。ちょっとでかすぎたね。ひっくり返すのすごく大変そう。でもね、これね、温度計見ながらやるとすごい面白いわ。入れたらね、50度ぐらい下がりました。うわ、怖い怖い。結構でかいもん入れた後は一気に火強くしないとダメなんですね。だいぶ温度下がるんだな。反対側も行きましょう。もういいかな。
夜光貝かき揚げうまそうだな。夜光貝なくても多分うまいわ。はい、じゃあ次天ぷら作っていくんですけど、天ぷらはね、貝柱部分と身の部分両方使っていきましょう。これはね、貝柱の方が美味しいと思う。で、ここにね、紐みたいなのがついてるんで、これはね、外していきましょう。これ紐なのかな。このね、貝柱の部分は刺身がね、僕的には一番好きなんですけど、今日はね、新たな味覚を発見しようということで、これ結構ね、大きくてもいいと思うんだよね。柔らかいから、こんぐらいで、あと薄いのも作っとくか。こうやってちょっとね、そぎ作りみたいな感じでさ、薄いのと厚いのどっちがうまいのかっていうね。あとこっちも切っていきましょう。これもね、天ぷらなんで、ちょっとね、大きめに切っときましょう。この断面だともう本当にアワビだよね。トリュフっぽさもあるよね。そしたらね、天ぷら粉につけまして揚げていきましょう。もったいないな、なんか。ちょっとこっちはもう後で動画外でバター焼きにしよう。これが美味しくなかったらもったいないから。はい、それでは入れていきましょう。これ美味しいと思うな。つかめない。めっちゃ跳ねる、これ。どうなんだろう、これ。美味しいのかな。あんまり火入れない方がいいと思う。もう揚げましょう。はい、それじゃあ刺身を最後切っていくんですけども、ここはね、貝柱の部分ですね。刺身に関してはやっぱ貝柱の部分が僕は好きですね。岩にひっつく部分あんまりね好きじゃないです。硬いんで、やっぱりコリコリな食感が好きな人とかは好きだと思うけど、あっちはねやっぱ薄く切ってね、バター醤油焼きとかにした方が俺は好きですね。じゃあ刺身切っていきます。よし、完成。はい、それではちょっと目が隠れてるな。はい、それでは完成しました。いただきます。いや、僕ね、ほんまに夜光貝好きなんですよ。ちょっとまず刺身からいこうかな。もう醤油ぶっかけちゃいましょう。よーし、いただきます。やっぱりうまいな。落ちた。もう3秒ルールとかないですからね。落ちてるものも食べていいと思ってるんで。紙が入ってきた。もう夜光貝はね、なんだろうな。なんかホタテとかとは違って、ちょっとね、癖がね、あるんですよね。なんだろう。夜光貝臭っていうのがあるんですよね。磯臭さにちょっと近いような。これがね、苦手な人もね、結構いるんですけど、2回3回でもうどんどんね、食ってるうちにね、もうこれが癖になってくんだよね。美味しいです。これは知ってた。刺身がうまいのは知ってた。じゃあ天ぷら、これはうまいのか。これね、岩にひっついてる硬い方の部分です。これ天つゆつけて、なるほどね。美味しいは美味しいけど、夜光貝自体そんなにグーって味があるような食べ物じゃないんで、なんだろうな。あんまり香りのしないエリンギの天ぷらを食べてるような、そんな感じですね。じゃあ貝柱の方も行ってみましょう。いただきます。貝柱すごいね、食感が。なんだろうな。すっごいモキモキした食感で上品な味なんですけど、別に美味しいってこともない。もともと夜光貝って味がそんなにないもんなんで、ちょっと上品すぎるのかなって感じがするね。食感だけ強いのに旨味がなんかその後に来ないから、ちょっと変な感じがするよね。バター焼きの方がうめえわ。マジエリンギ。ほんまにエリンギこれ。これエリンギ好きな人おすすめだわ。うわー、めちゃくちゃエリンギ。なんかエリンギ食うよって話だと高いからさ。ちょっと野菜だと分かりづらいんで、海産物に例えると、コブシメっていう大きいイカがいるんですけど、それのエンペラ、イカのなんかこの頭のヒラヒラってしてる部分の味がします。はい。ということで、かき揚げ食べましょう。かき揚げ好きなんですよ。いただきますね。これも天つゆつけてね。なるほど。正直言います。かき揚げとしてめちゃくちゃ美味しいんですけど、夜光貝がいるかって言われたらいらないね。っ
全然いらない。なんか野菜がさ、こんだけさ、細かく切ったってさ、ふわっ、サクって感じの食感で、で、喉越しも良くてってところに、最後、あれなんか残ってるなって思ったのが夜光貝みたいな感じ。もっとね、なんかアクセントになっていいのかなって思ったんですけど、完全にいらなかったですね。ダメでしたね。いけると思ったんだけどな、絶対美味しいと思ったね。はい、それでは、ごちそうさまでした。今回ね、ちょっと夜光貝の揚げ物に挑戦してみたんですけど、ちょっと微妙ですね。揚げ物にしたら、食感と、あと油の旨味が合わさってすごい美味しいのかなと思ったんですけど、夜光貝自体がそんなに味のあるもんじゃないんで、完全に油に負けるんだね。せっかくね、夜光貝ね、たくさん取れるんでね、いろいろとね、今料理を試してみているんですけども、やっぱりなんだかんだ、刺身とバタ焼きがね、一番美味しいかなって思ってます。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、